ゆっくり解説。50年以上経っても色あせない1972年の傑作ラスクムーンの魅力を再検証。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ねえマリサ、半世紀も前に作られた映画が、今も色あせず語り継がれるって、本当にすごいことよね。おう、レ夢ム。確かにな。単に古いだけじゃなく、時代を超えた魅力があるんだろう。今日の解説は、そんな一本の映画についてらしいな。そうなの。今回は1972年公開のフランス映画、ラスクムーンよ。この傑作がなぜ今も輝きを失わないのか、その秘密に迫りたいの。ラスクムーンか。ジャンポール・ベルモンド主演の、あのフィルムノワールだな。フーンってタイトルも意味深でそそられるぜ。不運がテーマなんて、奥が深そうね。一体どんな魅力が隠されているのかしら。今日の解説でその謎が解けるのが本当に楽しみだわ。作品の背景、俳優の魅力、そして時代を超えるテーマまで、余すところなく解説するぜ。きっとレ夢ムもこの映画が好きになるはずだ。期待してるわ。それでは早速、ラスクムーンの魅力再検証、スタートしましょう。ラスクムーンとは1972年のフランス映画界に現れた異端児。公開当時の評価と興行成績、期待と現実のギャップ、そして再評価へ。ねえマリサ、ラスクムーンが公開された1972年当時って、この映画、どんな風に受け止められたのかしら。やっぱり大ヒットしたの？それがな、レ夢ム、ちょっと複雑なんだぜ。まず結論から言うと、ラスクムーンの公開当時の評価は、必ずしも手放しで絶賛されたわけではなかったんだ。そして興行成績も、期待されたほどではなかったと言われている。そうなの？ジャンポール・ベルモンドっていう大スターが出ていたのに、意外だわ。どうしてそんなことになったのかしら？理由はいくつか考えられるんだ。まず、当時のフランス映画界は、ヌーベルバーグの波が一段落して、新しい方向性を模索していた時期だった。そんな中で、ラスクムーンはフィルムノワールという、ある意味で伝統的なジャンルに回帰したような作品だったから、一部の評価からは古臭いなんていう声も上がったらしい。それに、監督のジョゼ・ジョバンニは、自身の体験を元にした重厚なテーマを好む作家だったから、彼の作品は時として暗く、救いがないと感じられることもあったんだ。なるほど。確かに、明るくて楽しいエンターテイメントを求める観客にとっては、少し重すぎたのかもしれないわね。当時の具体的なエピソードって何かあるの？そうだな。例えば、ある評価はベルモンドの無駄遣いだなんて酷評したらしい。当時のベルモンドは、アクションコメディなんかで大人気だったから、彼の陽気なイメージを期待していたファンにとっては、この映画のシリアスで暴力的なトーンは戸惑いがあったのかもしれないな。興行的にも、フランス国内ではそこそこのヒットはしたものの、国際的には大成功とまではいかなかったようだ。ただ、これはあくまで当時の話だぜ。じゃあ、今はどうなの？再評価されているってことかしら？その通りだ、レ夢ム。時が経つにつれて、ラスクムーンの持つ独特の雰囲気、骨太なストーリー、そしてベルモンドの円熟した演技などが、再評価されるようになったんだ。フィルムノワールの傑作として、カルト的な人気を博すようになり、多くの映画ファンや研究者から熱い視線が注がれるようになった。だからこそ、公開当時の評価と興行成績は必ずしも最高ではなかったけれど、その後の再評価によって、まさに色褪せない傑作としての地位を確立したと言えるんだぜ。期待と現実のギャップがあったけれど、時を経て進化が認められたのね。なんだか、そういう話ってドラマチックで惹かれるわ。監督ジョゼ・ジョバンニの作家性と作品に込めた濃密なメッセージとは。ラスクムーンが再評価された背景には、やっぱり監督の力も大きかったんでしょうね。ジョゼ・ジョバンニ監督って、どんな人だったの？ジョゼ・ジョバンニは、フランス映画界でも特に異彩を放つ監督の一人だぜ。彼の作品を理解するには、まず彼の経歴を知る必要がある。実はジョバンニ、若い頃に犯罪に関わって死刑判決を受け、その後11年間も服役していたという過去があるんだ。死刑判決？それって、
ものすごく衝撃的な経歴ね。ああ、だから彼の作品には、その壮絶な体験が色濃く反映されているんだ。裏社会の掟、非情な現実、そして人間のどうしようもない宿命といったテーマが、繰り返し描かれる。彼の作品は、単なるエンターテイメントというより、見る者にずしりと重い問いを投げかけてくるような、濃密な人間ドラマが多いんだぜ。なるほど。ラスクムーンも、そういう監督の作家性が強く出ている作品なのね。具体的にはどんなメッセージが込められているのかしら？まず、ラスクムーンというタイトル自体が、不運や疫病神を意味するスラングだ。これは、主人公ロベルトがまさに不運に見舞われ続ける物語であることを、象徴している。序盤には、運命の不条理さや、それに翻弄される人間の姿を描き出すことに長けていた。そして、そんな過酷な状況の中でも失われない、男たちの友情や絆、愛する者への思いを、力強く描いているんだ。不運な運命と、それでも失われない人間の絆。なんだか、胸が締め付けられるようなテーマね。そうだな。彼の作品は、しばしばペシミスティック、悲観的だと評されることもある。だが、それは単に暗いだけじゃない。序盤には、そうした過酷な現実を描くことで、逆に人間の尊厳や、困難に立ち向かう意志の強さを、浮き彫りにしようとしていたとも言えるんだ。ラスクムーンでも、主人公ロベルトは何度も裏切られ、絶望的な状況に追い込まれるが、それでも彼は決して諦めない。その姿は、序盤に自身の生き様とも重なる部分があるのかもしれないな。監督自身の体験が色濃く反映されているからこそ、あんなにも強烈なリアリティと、見る者の心に深く刻まれるようなメッセージが生まれるのね。ジョゼ・ジョバンニ監督、ますます興味が湧いてきたわ。彼の作品世界は一度ハマると抜け出せない魅力があるぜ。まさにフィルムノワールの巨匠と呼ぶにふさわしい監督だ。主演ジャンポール・ベルモンドの圧倒的な存在感と、キャラクター造形の妙。ジョゼ・ジョバンニ監督の持ち味もさることながら、ラスクムーンはやっぱベルモンドよね。あの圧倒的な存在感は、他の誰にも出せないわ。まったくだぜ。ベルモンドなくしてこの映画の魅力は語れない。当時アクションやコメディで人気だった彼が、本作ではそれまでのイメージを覆す、影のあるシリアスな主人公ロベルトを熱演しているんだ。そうなのよね。ベルモンドって言うと、もっと軽快でコミカルな役の印象が強かったから、ラスクムーンの抑えた演技にはハッとさせられたわ。ロベルトって、どういう人物なの？ロベルト・ラ・ロッカは、その名の通り不運、スクムーンを背負った男だ。無実の罪で投獄された親友を救うため裏社会に足を踏み入れるが、次々と裏切りや暴力に見舞われる。ベルモンドは、そんなロベルトの孤独や怒り、友への思いを、派手な演技ではなく、抑制された表情や佇まい、特にその目で表現している。言葉以上に感情が伝わってくるんだ。単なるアクションスターじゃない、俳優ベルモンドの深みを感じるわね。キャラクター造形としては、監督はベルモンドのどういう部分を引き出そうとしたのかしら？序盤に監督は、ベルモンドの持つカリスマ性と身体能力を活かしつつ、彼の内面から湧き出る感情の機微を重視した。ロベルトは監督の分身とも言える存在だから、その苦悩にはリアリティが必要だった。ベルモンドはそれに応え、人間味あふれる複雑なアンチヒーロー像を作り上げたんだ。アクションのキレはもちろん、孤独に耐え、友を思い、非情な運命に翻弄されながらも決して屈しない男の姿を見事に体現した。だからこそ、ロベルトは今も映画ファンの記憶に残るんだぜ。監督の作家性とベルモンドの役者魂が融合した結果なのね。彼の演技に注目すると、映画の深みがより一層味わえそうだわ。なぜ今も、ラスクムーンは語り継がれるのか？色褪せない魅力の源泉を深掘り。フレンチフィルムノワールとしての完成度、非常な世界観と独特の雰囲気作り。さて、ここからはラスクムーンがなぜ半世紀経った今でも、多くの映画ファンに語り継がれているのか、その色褪せない魅力の源泉を深掘りしていきたいと思うわ。最初のポイントは、フレンチフィルムノワールとしての完成度の高さよね。ああ、その通りだぜ。
ラスクムーンは、アメリカのフィルムノワールとはまた違った、フランス特有の暗黒映画の系譜に連なる傑作だ。監督のジョゼ・ジョバンニ自身が元服役囚という経歴を持つだけに、彼が描く裏社会の描写には、本物だけが持つリアリティとペシミズムが色濃く反映されているんだ。ペシミズム、遠征的とか悲観的な見方よね。確かに、映画全体を覆う空気は救いがなく重苦しいわ。主人公ロベルトは親友を救おうと必死にもがくけど、ことごとく裏切られ、さらに悪い状況に追い込まれる。あの非情な世界観は息が詰まりそうになる。そうなんだ。ジョバンニ監督は登場人物に一切の甘えを許さない。綺麗事や安易なハッピーエンドは存在しない。金と暴力が支配する非情な世界で、男たちが繰り広げる裏切りと復讐のドラマ。その中で描かれる友情や束の間の愛すら、どこか乾いて儚い。そのクールでニヒルな視点が、映画に独特の緊張感と深みを与えている。映像も印象的よね。光と影のコントラストが強調されたビジュアル。特に夜のシーンの雰囲気とか、マルセイユの街並みがすごく効果的に使われていたわ。撮影監督ピエール・プティの貢献も大きい。彼は、抑制された色彩で乾いた暴力の世界をスタイリッシュに切り取った。フランソワ・ドルーベの音楽も素晴らしく、哀愁漂うメロディが登場人物の孤独ややるせなさを際立たせ、作品のペシミスティックな雰囲気を高めている。映像美、音楽、そしてジョバンニ監督のクールな演出が一体となり、独特の世界観を構築しているんだ。だからこそ、時を経てもその魅力は色褪せない。なるほどね。ただ暗いだけじゃなく、そこに美学や様式美があるから、カタルシスすら感じるのかもしれないわね。時代を超えて共感を呼ぶ男たちの友情、愛、そして裏切りのドラマ剣。フィルムノワールとしての完成度に加えて、ラスクムーンが時代を超えて私たちの心をつかむのは、やっぱりそこに描かれる人間ドラマの普遍性だと思うのよね。特に、男たちの友情、芽生える愛、そして避けられない裏切り。このあたりのドラマ剣が強烈だわ。まったくだな。この映画の核には、ロベルトとザビエの間の熱い友情がある。ロベルトは、無実の罪で投獄された親友ザビエを救い出すためだけに、自らの危険も顧みず裏社会に飛び込んでいく。その一途な思い、自己犠牲的な行動は、見る者の胸を打つよな。本当にそうよね。見返りを求めない、ただ友のためにという純粋な気持ちが、あの殺伐とした世界の中で際立って見えるわ。でも、そんな美しい友情だけじゃなくて、そこには必ずと言っていいほど裏切りがつきまとうのが、フィルムノワールの常でもあるわね。ああ、ロベルトが信じていた人間に裏切られたり、利用されたりする展開は、見ていて本当に歯がゆい。だが、そうした裏切りがあるからこそ、逆に純粋な友情や愛情の価値が際立つとも言える。例えば、ロベルトとジョージアの間に芽生える束の間の愛もそうだ。お互いに多くを語らずとも、過酷な状況下で惹かれ合う二人の姿は、切なくも美しい。確かに、ジョージアとの関係は、あの非情な物語の中の一筋の光のように感じられるわね。でも、それすらも安易な救いには繋がらないのが、この映画の厳しいところでもあるんだけど。そうだな。結局のところ、友情も愛も、この映画の世界では脆く、儚いものとして描かれることが多い。しかし、だからこそ、その一瞬の輝きや、失われたものの大きさが、観客の心に深く刻まれるんだ。友情を貫こうとする男の純粋さ、芽生えた愛の切なさ、そして、それらが無残に打ち砕かれる裏切りの非情さ。これらの要素が複雑に絡み合い、人間の本質に迫る普遍的なドラマを生み出している。だからこそ、作られた時代や国境を超えて、今も多くの人々の共感を呼び、心を揺さぶり続けるんだろうな。なるほどね。人間の持つ美しさと醜さ、強さと弱さ、その両面が容赦なく描かれているからこそ、時代を超えて私たちの心に響くのかもしれないわね。巨匠フランソワ・ドルーベによる音楽と映像美の奇跡的な融合と、記憶に残る名シーンの数々。ラスクムーンの魅力を語る上で絶対に外せないのが、フランソワ・ドルーベによる音楽と、
研ぎ澄まされた映像美の見事な融合よね。この二つが合わさることで、数々の名シーンが、私たちの記憶に深く刻み込まれていると思うわ。まさにその通りだぜ。フランソワ・ドルーベの音楽は、単なる BGM の域を超えて、この映画のもう一人の登場人物と言っても過言ではない。彼のスコアは、時に哀愁を帯び、時に緊張感を高め、登場人物たちの心情を見事に代弁しているんだ。特に、あの手回しオルガンのメロディは一度聞いたら忘れられないよな。そうそう、あの物悲しくて、どこか乾いた感じの手回しオルガンの音色。あれが流れてくると、ロベルトの孤独ややるせなさが、言葉以上に伝わってくるのよね。他にも、緊張感あふれる追跡シーンの音楽とか、ジョージアとの束の間の安らぎを感じさせる美しい旋律とか、本当に音楽の使い方が巧みだわ。ああ、そして、その素晴らしい音楽と完璧にシンクロするのが、スタイリッシュな映像美だ。先に少し触れたけど、光と影を巧みに操った陰影の深い絵作りは、フィルムノワールの雰囲気を最大限に高めている。特に印象的なのは、マルセイユの裏路地や港の風景だな。湿った石畳、薄暗いバー、夜霧に霞む街灯。そういった情景が、登場人物たちの閉塞感や孤独感を象徴しているかのようだ。例えば、ロベルトが夜の街を一人さまようシーンとか、ザビエを脱獄させるために奔走する緊迫したシークエンス。ああいう場面で、ルーベの音楽と映像が見事に一体化して、見る者の感情を揺さぶるのよね。セリフがほとんどないシーンでも、音楽と映像だけで全てを物語っているような。まったくだ。ジョバンニ監督の非常な世界観、俳優たちの抑えた演技、ルーベの魂を揺さぶる音楽、そしてプテによる研ぎ澄まされた映像。これら全てが奇跡的なバランスで融合し、数々の名シーンを生み出しているんだ。例えば、ラストシーンの虚無感とやるせなさは、音楽と映像の力がなければあれほど強烈な印象を残さなかっただろう。だからこそ、ラスクムーンは単なる犯罪映画ではなく、芸術作品としても高く評価され、今もなお私たちの心を捉えて離さないんだぜ。まさに、映画という総合芸術の醍醐味を味わえる作品と言えるわね。ラスクムーンが現代に問いかけるもの、50年後の視点からの再解釈と意義。現代の映画作品への影響と、ラスクムーンへのオマージュを探る。さて、これまではラスクムーンそのものの魅力について語ってきたけど、公開から半世紀以上が経過した今、この作品が現代にどんな影響を与え、私たちに何を問いかけているのか、考えてみたいと思うわ。まずは、やっぱり後世の映画作品への影響よね。そうだな。ラスクムーンは、その後のフレンチノワールはもちろん、世界中の犯罪映画やハードボイルド作品に少なからず影響を与えていると言えるだろう。ジョゼ・ジョバンニ監督が描いた非常な世界観、リアリティのある暴力描写、そして主人公のアンチヒーロー的な魅力は、多くのクリエイターにインスピレーションを与えたはずだぜ。具体的に、どんな作品に影響が見られるのかしら？直接的なオマージュとか、リスペクトを感じるようなシーンがある映画ってある？例えば、ジャンピエール・メルビル監督の作品群、特にアラン・ドロン主演の侍や仁義なんかは、精神的なつながりを感じるな。直接的な影響とは言えないかもしれないが、あのクールでストイックな雰囲気、主人公の孤独感、裏社会の掟といったテーマ性は、ラスクムーンと通じるものがある。また、もっと後の時代の作品で言えば、香港ノワールの一部なんかにも、あの乾いた暴力の匂いや、男たちの間の義理と裏切りといったモチーフは受け継がれているように思うぜ。なるほどね。確かに、メルビル作品の持つスタイリッシュな虚無感みたいなものは、ラスクムーンが切り開いた地平の上にあるのかもしれないわね。オマージュっていう点では、何か具体的なシーンとかはあるのかしら？明確にこのシーンはラスクムーンのオマージュだと公言されているものは少ないかもしれないが、例えば、主人公が寡黙で、行動で全てを語るタイプのキャラクター造形や、袋小路に追い込まれていくような絶望的な状況設定、友情と裏切りが交錯する人間関係といった要素は、様々な作品で繰り返し描かれている。ラスクムーンが示した、
ある種のフィルムノワールの様式美や精神性は、現代のクリエイターたちにも確実に受け継がれ、形を変えながら生き続けていると言えるだろう。つまり、直接的な引用というよりは、その精神性やテーマ性が、後の作品の血肉となっている感じなのね。名作って、そうやって時代を超えて語り継がれていくものなのね。ラスクムーンというテーマの普遍性と現代社会との意外な接続点。ラスクムーンの現代であり、物語の重要なキーワードでもあるラスクムーン。つまり不運や疫病神といった意味を持つこの言葉。このテーマが、実は現代社会にも深く通じるところがあるんじゃないかと思うのよね。確かにそうだな。映画の主人公ロベルトは、まさにスクムーンを背負っているかのように、次から次へと不運に見舞われる。親友を助けようとすればするほど、事態は悪化し、周囲の人間も不幸に巻き込んでいく。その姿は、個人の努力や善意だけではどうにもならない、圧倒的な運命の非常さを感じさせるよな。そうなのよ。どれだけ正しくあろうとしても、どれだけ必死にもがいても、抗えない大きな力によって翻弄されてしまう。この感覚って、現代を生きる私たちにも、どこか身に覚えがあるんじゃないかしら。例えば、予期せぬ災害だったり、経済の急変動だったり、あるいはもっと身近な人間関係のトラブルだったり。自分の力ではコントロールできない理不尽な出来事に直面した時、人は無力感や絶望を感じる。ロベルトが体験するスクムーンは、そうした人間の普遍的な経験を象徴しているとも言えるんだ。特に現代は、情報化が進んで先の見通しが良くなったように見えて、実はより複雑で予測不可能なことが多い。パンデミックや国際紛争、環境問題など、個人の努力だけでは解決が難しい大きな問題が山積しているだろ？そうね。そんな中で、自分の人生がまるでスクムーンにもてあそばれているように感じてしまう人も少なくないかもしれないわ。でも、ラスクムーンがただ絶望を描いているだけじゃないのは、ロベルトが決して運命に屈服せず、最後まで抗い続ける姿を描いているからだと思うの。その通りだ。彼は、どんなに打ちのめされても、自分の信念や友情のため、そして愛する人のために立ち向かっていく。その姿は、不運や理不尽さに直面した時に、人間はどうあるべきかという問いを私たちに投げかけているんだ。結果としてロベルトが幸福をつかめたかどうかは別として、その抗う姿勢自体に、人間の尊厳や存在意義のようなものが示されているんじゃないかな。なるほど。だから、50年以上前の映画でありながら、現代社会に生きる私たちが抱える閉塞感や無力感と共鳴し、同時に、それでもなお希望を捨てずに生きることの意味を問いかけてくるのかもしれないわね。今だからこそ見るべき理由。デジタルリマスター版の登場と新たな映画体験の可能性。さて、これまではラスクムーンの魅力や、現代的な意義について語ってきたけど、じゃあ今、この映画を見ることにどんな特別な価値があるのかしら？特に最近は、デジタルリマスター版も登場しているわよね。その通りだぜ。古い映画に対して、画質や音質の面でどうしても古臭さを感じてしまう人もいるかもしれない。だが、デジタルリマスター技術によって、ラスクムーンは公開当時に監督が意図したであろう映像美や音響を、現代の私たちがより鮮明に、より深く体験できるようになったんだ。それは大きいわね。ジョゼ・ジョバンニ監督の研ぎ澄まされた映像、ピエール・プテ撮影監督による光と影の芸術、そしてフランソワ・ドルーベの魂を揺さぶる音楽。これらが最高のコンディションで蘇るわけだから、作品への没入感が格段に変わってくるわ。まさに、特に、フィルムノワール特有の陰影に富んだ映像は、高画質で見ることでその美しさが際立つ。俳優たちの微妙な表情や、マルセイユの街のディテールまではっきりと捉えることができる。それに、今の時代は家庭の視聴環境も進化しているからな。大画面テレビや良質な音響システムがあれば、自宅でも映画館に迫る臨場感でこの傑作と向き合える。配信サービスで手軽に見られるようになったのも、大きなポイントよね。かつては名画座を探したり、廃盤のソフトを探したりしないと出会えなかったような作品に、
今では指先一つでアクセスできる。これは、特に若い世代の映画ファンにとって、古典的名作に触れる素晴らしい機会だと思うわ。そして何より、この映画が内包するテーマの普遍性が、現代において新たな意味を持って響いてくる。社会の理不尽さ、抗えない不運、それでも失われない人間の尊厳といった要素は、変化が激しく、先の見えにくい現代を生きる私たちにとって、より切実な問いを投げかけてくるはずだ。そうね。50年以上も前の作品でありながら、決して色あせることなく、むしろ現代的な視点から再発見できる魅力に満ちている。デジタルリマスターという最新技術によって蘇ったラスクムーンは、私たちに新鮮な驚きと深い感動を与えてくれる。まさに今こそ見るべき一本と言えるんじゃないかしら。まったくだ。古い映画と敬遠せずに、この機会にぜひ多くの人に、この不朽の名作が放つ強烈な光と影を体験してほしいぜ。総評またはまとめ。さて、ここまで熱く語ってきたラスクムーンですが、最後に総括をお願いするわ、マリサ。おう、任せろ。ジョゼ・ジョバンニ監督が生み出したこのフィルムノワールの傑作は、ジャンポール・ベルモンドとクラウディア・カルディナーレという二大スターの共演、練り上げられた脚本、フランソワ・ドルーベの魂を揺さぶる音楽、そして見る者の心に深く刻まれる非情な世界観と人間ドラマが見事に融合した、まさに不朽の名作だ。公開から半世紀以上を経た今も、その魅力は色あせることなく、むしろ現代社会に生きる私たちに新たな問いを投げかけてくるわね。ああ、友情、裏切り、そして抗えない不運。これらの普遍的なテーマは、デジタルリマスターという新たな息吹を得て、今こそ私たちの心に強く響くはずだ。未見の人はもちろん、かつて見た人も、ぜひこの機会にラスクムーンの世界に浸ってみてほしいぜ。後悔はさせない、主力の一本だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。